皆さんこんにちは。シベリア連邦大学の日本センターです。私たちはシベリアにあるクラスノヤルスクという町に住んでいます。本日のテーマはジュールブルサツ。ロシアの紙幣はモスクワやサンクトペテルブルクなどさまざまな街がモデルになっていますね。実はこのジュールブルサツ、私たちが住む町クラスノヤルスクがモデルなんです。本日は1日をかけてジュールブルサツの名所を巡っていきましょう。それではその前にクラスノヤルスクをご存知の方も多くはないかと思いますので、まずは町のご紹介から始めさせていただきます。クラスノヤルスク地方は東シベリアにある連邦構成主体の一つで、中心都市は南に位置するクラスノヤルスク市です。日本との時差は2時間で、東京からの直行便があるノボシビルスクからは飛行機で2時間、シベリア鉄道では12時間程度で行くことが可能です。クラスノヤルスク地方の面積は 353.9 平方キロメートル。ロシアで第2位の面積で、東に位置するサハ共和国に次ぐ大きさです。南北の距離は約 3000 キロメートルあります。クラスノヤルスク地方の人口は286万6255人。ロシアで13位の人口を誇り、クラスノヤルスク市だけでも約110万人の人が住んでいます。クラスノヤルスク市ができたのは1628年。アンドレイ・ルベンスキーによって建設されたのがその始まりです。クラスノヤルスク地方は天然資源が豊富で、ロシア連邦内のニッケルの 80%、コバルトの 75%、銅の 70%、金の 18% を生産しています。都市や工業、農業のほとんどは南部に集中していますが、北にある町のノリースクで採れるニッケルは有名です。クラスノヤルスク市はこの地図の南にあります。そして私たちが今立っているのがこちら、クラスノヤルスク市の市役所前です。あれ？ロンドン？実はクラスノヤルスク市にも同じような時計台があるんです。名前はもちろんビッグベン。ビッグベンの先には町のセンター、市街地があります。そして左手にはジュールブルサツの橋、カムナイニ橋が架けられています。本日はいい天気ですので、せっかくですからオペラとバレエの劇場、そして川岸を散歩して橋に向かいましょう。さあ、まずは劇場前の広場をご紹介していきます。バス停の前には噴水が、そしてホテルクラスノヤルスクが見えます。この噴水は光と音楽の噴水と呼ばれ、2006年に建設されました。夏場は音楽に合わせた水と光のショーが、そして冬場にはイルミネーションを見ることができます。噴水の奥には大きな塔が立っていますね。こちらは高さが13メートルあり、建設は噴水と同年の2006年。頂上には芸術の神様アポロの像があります。アポロの先にはオペラとバレエの劇場があります。劇場の周りの広いスペースでは祭日にコンサートなどのイベントが催されます。特に秋にはヤールマルク、見本市が開催され、農家の人たちの野菜や果物、肉、蜂蜜などを売る姿が見られます。次に劇場をご紹介します。1920年に開かれた町へ最初のソビエト劇場が現在のオペラとバレエ劇場の前身です。
当時はオペラ・オペレットの公演および交響曲コンサートが行われていたため、オペラ座と呼ばれていました。この劇場の正式名称はオペラとバレエの劇場 D.A. フォロストスカワ。 D.A. フォロストスキーとはクラスノヤルスクで生まれ世界的に活躍したオペラ歌手のことで、多くのコンクールで優勝した経歴を持ちます。劇場は彼が亡くなった2017年に改名され、現在の名前となりました。この劇場では通算80演目以上のオペラとバレエが上演されてきました。劇場で世界初の初演が行われた作品には、バンシチコフのウィットからの災い、スロニムスキーのハムレットなどがあります。また、ビゼーのオペラドン・プロコピオ、エル・ウェーバーによるオペラロックバレエジーザス・クライスト・スーパースターはソ連で初めて上演されました。ムッソルグスキーのボリス・ゴドノフ、ポロディンのイーゴリコー、ダルゴミンスキーの人魚姫といったオペラ、そしてチャイコフスキーの白鳥の湖、アダンのジゼル、ミンスクのバヤデルカといったバレエ演目など、世界的に有名で評価の高い作品も公演されています。この劇場では現在3名の日本人バレエダンサーが在籍しており、劇場に足を運ぶことでその活躍を見ることができます。さあ、劇場を後にして階段を下っていきましょう。あれ？こちらの階段にも噴水が見えますね。この噴水も見どころの一つ。アポロン像や音楽と光の噴水と同年の2006年に建設されたもので、クラスノヤルスクのあるものをテーマにして作られました。左右に3体ずつ、そして前後に1体ずつ、計8体の銅像が並んでいます。左手から下にビルサ、バザイハ、ハタンガ、そして右手にはマナ、カーチャ、トゥングースカ。女性の像ばかり並んでいますが、クラスノヤルスクで人気のある女性の名前がテーマでしょうか。中央の像はアンガラ。もしかしたらもうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんね。実はこの噴水はクラスノヤルスクの川をテーマにして作られているのです。クラスノヤルスクの流れをエニセイと7つの川を題材としてそれぞれを銅像にしたのがこの噴水です。あれ？エニセイはどこ？こんなところにいました。エニセイおじいさんと7人の少女の伝説に基づいているため、エニセイのみ男性の像となっています。手には船を持ち、船員たちの行き先を示しています。噴水を越えた先にはアントン・チェーホフの記念碑があります。こちらの記念碑は作家チェーホフのクラスノヤルスクへの日帰り旅行を記念して作られました。さあ、チェーホフ像の先には川岸が待っています。どんな景色が広がっているのでしょうか。私たちは今、エニセイ川の川岸を歩いています。実はこのエニセイ川、世界でもかなり大きな川の一つなんです。流域面積はロシアで第2位、世界でも第7位の広大な川です。川の全長は 4000km 以上、クズルから北極海までつながっています。川の上流ではラクダが、下流では北極熊やトナカイが住んでいます。シベリアのさまざまな気候帯を流れているんですね。さあ、ロシアで川といえば凍るのが定番ですが、実はこのエニセイ川、冬も凍らないんです。この後ご紹介する水力発電所の建設以降、エニセイ川は凍らなくなりました。それでは川岸をもう少し散歩してみましょう。川岸は多くの住民が散歩に来る憩いの場所です。ローラースケートやボート、カモの餌やりなど、年中人の姿が見られます。エニセイ川の川岸は川に近い下段と
少し川から離れた上段に分かれており、階段や緩やかな坂などで結ばれています。下段には子供用の遊具やサイクリング専用道路などが備えられており、スポーツを楽しむことができます。近くには船着き場やエジプト風建築の地方博物館など見どころがたくさんありますが、もちろん川岸自体も魅力であふれています。川岸の一つ目の特徴はエコスタイル。座ることのできるデッキも、日よけのための屋根も、上段と下段をつなぐ観客席だって木製です。そしてもう一つの特徴はアート。アートショアという芸術プロジェクトが行われており、カモナーリニー橋の下で多くのイベントや体験教室、展示会などの催しが行われています。また、さまざまな野外展示、冬場は雪像や氷像を見ることも可能です。さあ、そうこうするうちに目的の橋が見えてきました。橋の長さは2300メートル、橋の高さは26メートル、幅は23.5メートルです。橋の建設は1956年に始まり、建設は1961年に終わりました。カモナーリニー橋はエニセイ川の支流とアバカン支流に架かるクラスノヤルスク自動車歩道橋の一つで、左岸の劇場広場と右岸の橋前広場をつないでいます。橋の上からは市内全体とエニセイ川を一望することができ、平日は橋全体が赤く照らされ、休日には本格的な光のショーが行われます。エニセイ川の支流には長さ158メートルのアーチが5つ、そしてアバカン支流には長さ51メートルのアーチが6つあり、それぞれの橋の間にはオーストラフ・オッデハ、休みの島があります。川を渡るために最初期は船橋が使われていました。これは大きな2つの平底の船の上に乗り場がついたもので、ロープと川の流れを利用して移動します。1939年から橋が開通する1961年までは、図のような小舟の上に足場をつけて並べた浮き橋が使われ、またその他にもフェリーやボート、1989年に完成した貨物を運ぶための鉄道橋も移動に使われていました。橋の着工は1956年に始まり、支柱の建設はケーソン工法を用いて行われました。これはエニセイ川の川底に鉄筋コンクリート製の巨大な箱を沈め、その中で作業員が工事を行う方法で、内部の圧力は 1.8 気圧。このような条件下では連続して4時間程度の作業しかできませんでした。アーチの建設にはユニークな技術が使われています。建設用の型を使わずに組み立てられており、この技術はユネスコの世界の橋づくりで紹介されています。1961年11月15日に開通、自動車・歩行者による利用が可能になりました。カモナーリニー橋はその他の街の各所とともにソ連の長編映画スカーレット・ストーンにも登場していますので、興味のある方はぜひ視聴してみてください。さあ、橋の全長は2300メートルと申し上げましたが、実際にはどれくらいなの？ちょっと分かりづらいですよね。本日は実際に左岸から右岸まで橋の上を端から端まで歩いて時間を計ってみたいと思います。皆さんも何分かかるか予想してみてくださいね。よーいスタート。行ってきます。
からはエニシエ川の様子をお楽しみください。広いですね。大きいですね。橋の反対側はこんな感じ。ビッグベンが見えます。のバス停まで来ました。はい、バス停です。はい、カメラを撮っています。こちらも川岸はきれいに整備されています。子供のための遊具や少し休めるようなベンチなどが設置されており、散歩の途中でも腰をかけて休むことができます。さあ、そうこうするうちにようやく橋の終わりが、見えてきました。もう少しで橋を渡り切ります。さあ、渡り切る、渡り切る、渡り切りました。はい。はい。20分59秒67。おおむね21分か、まあ20分か21分程度歩くとかかるということになります。はい。とてもですね、長かったですが、景色はですね、お楽しみいただけたでしょうか。はい、こんな感じになっております。右岸です。歩くと20分ぐらいかかります。はい。はい。ですね、歩きますと、20分程度かかると、それなりに長い時間を歩かなくてはならないのですが、以前はですね、浮き橋やフェリーなどを使って、川を渡っていたことを考えると、とても大きな進歩なんではないかと、思います。少しですね、疲れましたが、これからまたビッグベンに戻って、次の目的地に向かうことにしましょう。それでは、またねー。はい、右岸から戻ってきました。今は市役所近くにある駐車場の前に立っています。これからクラスノヤルスク水力発電所に向かいますが、実はこの水力発電所、クラスノヤルスク市内ではなく少し離れたディブノゴルスクという町にあるんです。水力発電所までは車で60分程度、電車で行くことも可能ですが、電車は町までしか行きません。電車に乗ってクラスノヤルスク市から町まで60分程度、その後歩いて30分程度移動する必要があります。水力発電所に向かう途中、ロイフルチェ動物園やスタルブイ自然公園といったところがあります。スタルブイ自然公園は自然豊かでハイキングにぴったりの場所です。
日本人には歩いていくのが少し大変ですが、山にある大きな岩山の上から見る景色はまさに絶景です。本日はお見せすることは叶いませんが、またの機会にご紹介したいと思います。それでは実際に水力発電所まで行ってみましょう。せっかくですので、今日はシベリアの秋めく様子を音楽とともにご紹介したいと思います。それでは行ってきます。さあ、クラスノヤルスク水力発電所にやってきました。まずはその大きさに注目してみましょう。水力発電所の高さは248メートル、そして長さはなんと1072メートルあります。このダムの放水量は11,400立方メートル毎秒。とても多くの水が放流されるんですね。さあ、この発電所からはどのくらいの電力が発電されるんでしょうか。そちらがこちらです。200億キロワット時、年間にこれだけの量の電力が発電されます。しかしこれどれくらいの量か分かりづらいですよね。実際のところはクラスノヤルスク地方の 30% 以上を占めているそうです。さあ、こちらの水力発電所、設備容量、すなわち最大可能発電能力、こちらもとても大きなものがありまして、ロシアでは第2位、そして世界でも10本の指に入るほどの能力を兼ね備えているということです。さあ、皆さんお気づきかと思いますが、とても寒いです。ここは実際どのくらいの気温なんでしょうか。見てみましょう。こちらです。最低気温はマイナス54度、そして最高気温がなんとプラス37度。シベリアなのに暑いんですね。はい、そして平均気温はマイナス 0.4 度だそうです。とても厳しい環境でビデオを撮っています。さあ、これだけ寒かったらもちろん川が凍ってしまうんじゃないのかと思っている方も多いでしょうね。ですが、このペニセイ川は、クラスノヤルスク市内では凍らなくなっています。水力発電所の建設以降、水温が上がったため、凍ることがなくなったとのことです。この水力発電所は1955年から1970年にかけて建てられたのことです。ですが、この発電所、一つだけ面白いユニークな装置があるんです。それはなんと船のためのエレベーター、船舶昇降機がこのベースには備わっています。こちらがすぐ近くから見れますので、少し散歩をして見てみましょう。はい、先ほどのところから5分ほど坂を登ってきました。こちらに見えるのが船のためのエスカレーター、船舶昇降機です。このレールは2本の橋によって支えられています。こちらが普通の鉄道とは少し違うところですね。レールの幅は9メートル、そしてレールのサイドには歯車のような、機構がついており、電動で船を持ち上げていく仕組みとなっています。具体的にどうやって持ち上げるのか、今ご説明します。橋はもっとですね、山の麓の川の、初めまでつながっています。そちらの方にリフトのようなものがありまして、船がそのリフトの中にですね入っていって、水に浮かんだまま山を登っていくという仕組みになっています。
そして山の頂上まで行ったところで、別の線路に切り替えて、そして川の方に降りていくと。その際にまたリフトは、水面よりも下ですね2枚下がって、そして船は浮かび、次の先にですね進むことができるというようなシステムになっています。この水力発電所、実は少し面白い情報がありまして、1963年に、ソ連初の宇宙飛行士ユーリー・ガガーリンさんもここを訪れたことがあるそうです。また一つですね、ここを訪れるいいきっかけになることが、分かりましたね。それではもう寒くなってきましたので、最後の目的地、礼拝堂に向かって出発しましょう。それでは行きましょう。さあ、クラスノヤルスクのゲスはお楽しみいただけてましたでしょうか。これから町に戻りましょう。せーの。市役所前に戻ってきました。私たちは今、市役所と劇場前広場をつなぐ歩道橋の上に立っています。最後の目的地はこちら。ジュールーブ札の礼拝堂は丘の上に立っているのです。礼拝堂まではバスもしくは車で行くことが可能です。バスでは30分プラス徒歩で5分程度、車では15分程度で行くことが可能です。どのような歴史的な意義があるのか見ていきましょう。さあ、礼拝堂の近くの公園にやってきました。礼拝堂の周りはこのような綺麗な公園が広がっています。また公園の後ろ側、そちらにはレストランやカフェなどもありますので、休憩したい方や少し疲れたという方は、中に入って休むこともできます。また、このような小さな売店で飲み物を買うことも可能です。このように景色がとても美しいですので、ただ景色を眺めに来るだけでも楽しいと思います。大殉教者聖パラスケバフライデー礼拝堂は、町の人たちにはチソーブニャと呼ばれ親しまれるクラスノヤルスクのシンボルであり、さまざまな時代を生きてきました。旅行者が必ず訪れる人気の観光スポットの一つで、礼拝堂がある丘の上からは町全体を見渡すこともできます。礼拝堂は歴史と建築におけるロシア連邦文化遺産に登録されており、1997年モデルの10ルーブル紙幣に印刷されています。礼拝堂が立つカラウイナやの丘の上は、もともとタタール人の部族カチン族が宗教儀式のために利用していました。彼らはこの丘をクムッテゲイ、砂の頂と呼んでいました。カラウイナヤという名前の由来ですが、このカラウという言葉は見張りをする万兵という意味です。町ができ始めた頃にモンゴル人、キルギス人、カルミア人といった外敵からの攻撃を察知するため、木造の塔を建て見張りを行っていたことが名前の由来です。その後、町の建設とともに十字架が建てられ、1628年から1705年までの多民族との争いの記録が十字架に刻まれました。木造の礼拝堂に建て替えられたのは1805年、川の渦潮から運よく生き延びたことをきっかけに商人ノビコフが建立しました。1852年から1855年にかけて、古い木造の礼拝堂の場所にクラスノヤルスクの金生産者ペーター・クズネツォフの資金を用いて、建築家のアルフェーフとナバエフにより新しい石造りの礼拝堂が建てられました。現在はレンガ造りですが、大きさや形はその当時のままです。1930年代にクラスノヤルスクでは国内のその他の町と同様に寺院や教会の破壊が行われ、礼拝は禁止されていました。礼拝堂が取り壊されることはありませんでしたが、十字架はドームから引き下ろされ、
長い間宗教施設としての役割を失っていました。クラスノヤスクにおいて正教会の活動再開に伴うイコンの移動などは1940年代半ばに始まり、1973年から1975年にかけて礼拝堂が修復されました。しかし礼拝堂でのお祈りが再開するのはもう少し先、1994年になってからでした。1996年には内装と外装が大きく変わり、壁にはフレスコ画が描かれ、新たに金色のドームと聖十字架が設置され、暖房が整備されました。最初の教会は緑の屋根だったそうですが、1996年の修復時に赤く塗り替えられました。20年が経過し、市当局は本来の緑の屋根に戻すことにしましたが、当時の赤い屋根を惜しむ人も多いそうです。この丘では以前、12時になると空砲が撃たれ、正午を知らせてくれました。礼拝堂はカップルにとっても大切な場所で、新婚の夫婦はお互いの愛を誓い合い、南京錠をかけるために礼拝堂を訪れます。また、この場所はクラスノヤスクの有名な画家 V.I. スーリコフがエチュードを制作していたことでも知られています。うわー、すごーい綺麗だな。コイン式の双眼鏡があるとつい見てしまいますよね。街の景色がいいのはもちろんのことですが、実は1887年にここから皆既日食の観測が行われたことがあるのです。ヨーロッパでの観測可能時間が2分から2分半であったのに対して、クラスノヤスクでは4分近くと日食の観測可能時間が長かったことから、クラスノヤスクは皆既日食の研究・観測に最適な場所として考えられました。そのため礼拝堂の近くの広場からラジオの発明者でありロシアの科学者である A.S. ポポフにより1887年8月7日の皆既日食の観測が行われたのです。さあ、礼拝堂に着きました。礼拝堂の大きさはこのくらい。私は170センチしかありませんが、礼拝堂は15メートルですので、そこまで大きくはないですね。この礼拝堂は八面体のレンガ造りでできています。旧ロシア様式で高さは15メートル、直径が7メートル、そして側面の長さが 2.4 メートルです。この教会の聖人は牛と畑の守護者である聖パラスケバですが、どうして彼女が選ばれたのでしょうか。2つ伝説をご紹介します。1点目は十字架がかけられた日に、町の人たちがカチー川から聖パラスケバフライデーのイコンを見つけたため、礼拝堂が建てられた後、彼女を信仰するようになったという伝説です。もう一つの伝説は、パラスケバという少女がカラウイナや農家で木の実を取っていた際に、敵の接近に気づき、音を立てて町を救ったが、殺されてしまった。そのため、彼女と関係のある聖人を祀ったというものです。さあ、日も落ちてきました。残念ですが、そろそろお別れの時間となります。本日は一日、クラスノヤスクの観光に付き合っていただきありがとうございました。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。さようなら。